はい、ということで、今回はですね、前回デカールを張り替えて、珍しくバイクが綺麗なんで、ちょっとこれいろいろ舐め回しながら、これまで1000キロ乗ったのと、あとレースに3回、参加してきたので、さらっとインプレッションと、あと、どのぐらいお金をかければある程度オフロードライディングでも楽しく走れる車両になるのかっていうところをお話ししていこうと思います。はい、でまずこの車両で出たレース、まず最初は阿蘇間イージーエンデューロですね。これコースはすごく簡単で、もうとにかく阿蘇の気持ちいいところを走行できるっていうもので、僕が乗って参加しました。一番後ろからスタートしたやつですね。そしてその2週間後に、北九州エンデューロ、北エンって呼ばれてる、年間のシリーズ戦の、夏の特別大会、これに奥さんと夫婦で、2人で参加しました。そして先週かな、九州選手権の、エンデューロ選手権ですね。これの阿蘇観光牧場、最初の阿蘇観とはまたちょっと違うコースなんですけど、JNCC とかですねもう行われるコースを一部使った、コースを走ってます。どれも2時間から3時間ぐらいのレースで、現状とても楽しく走れる状態になってます。はい、で今までの動画見ていただいている方はもうご存知だと思うんですけど、CRF、これ 150L ですけども、ボアアップのシリンダーとピストンに交換して今 200cc にしてます。で、ボアアップをした上でフルエキゾーストの交換と、こっちですね、吸気の方は車外の ECU、受験の ECU を取り付けて、大まかにセッティングをしているという状態です。この3点ですね、ボアアップとエキゾーストとECU を交換するだけでだいぶ化けます。とりあえず公道を走るのとプラスちょっと林道ぐらいであれば、もうこの3点交換しておけばですね、あとその足回りがどうこうとか細かいところは後回しにしても、いつでもその汎用品でできる部分も多いので、あとガードとかですね。この3点を変えるとイメージ的にはもうセローに匹敵するぐらい、あれよりちょっとパワー感あるかもしれないですね。そこはやっぱ軽さだと思うんですけど、化けるパーツですね。でこの3点を交換するとパーツ代と、例えばその僕が依頼したように中間のバイクショップを通して輸入代行していただいて、でそれによる手数料関税全て含んでおよそ10万です。この3点セットで、10万円で収まるっていうのは、結構安いかなと思います。ただあと作業は自分でできる前提であればっていうところですね。お店に依頼してると、それなりに、作業工賃というのは取られると思いますので、すでにオフロードレースとかある程度されてる方で、腰上ぐらいはその抵抗なく作業ができるということであれば、もう全然やっていただけるかなというところです。はい、でその3点セットからその先、これやり始めると結構沼にはまっていくんですけど、自分はリアサスをオーリンズのショックに変えてます。実際この車両につけたパーツの中で一番高いのはリアショックなんですけど、どんぐらいだったかな、4万円弱ぐらいだったと思います。プリロードはノーマルでも調整できるんですけど、減衰の調整はここのダイヤルというかこれを回して、調整ができるというところで、これにしてます。で、スプリングが75キロまでの人用のスプリングとそれ以上の人が使うスプリング、硬さですね、バネレートが違うものが2つ入っていて、最初75キロまでのものをですね、自分自身も体重が今70ちょうどぐらいで、装備重量で75を超えるかなぐらいなので、
あとはその自分より軽い嫁さんが基本的にこの車両を使うので75キロまでのやつでいいだろうと思って最初使ってたんですけど、実際走ってみるともう沈みすぎて、で沈みすぎることでリアスイングアームがぐっと入ってチェーンがたわみすぎて、チェーンが外れるっていうことがあったので、結局その75キロ以上のスプリングに交換してます。で全く今問題ないですね。どのぐらいをこう考えてのそのリアショックなのかがちょっと分からないですね。本格的なオフロード走行ではなくて一般道プラスちょっと林道とかであればその設定通りでいいかもしれないんですけど、ちょっとうちの場合はバネレートが高いっていうんですかね、そっちのバネじゃないとダメでした。でフロントフォーク、も、これオーリンズのステッカー貼ってるだけで、変えてるのはオイルと油面の高さを変えてます。こう横から見た時もですね、こういうふうにストロークしなくて、これこうストロークするんで、そのままは見えないんですけど、こう見ただけでもちょっとこう狭いなって思いますよね。やっぱり当たってしまうので、ちょっとフォークに腰というか、沈みにくくしてます。もっとお金をかければですね、メジャーな車両だとテクニクスさんのフォークのインナーのキットとかもあるんですけど、そういったものがありませんので、間に合わせというかできる範囲のことでやってます。足回りもがっつり走ろうとすると必要になってきますね。でタイヤはオフロード用のタイヤ前後で、リードストッパーはフロント1個で、フロントはノーマルチューブです。でリアは、ハードチューブでリードストッパー2つにしてます。この前のレースの時は前後ムースで、走ったんですけど、嫁さんが走って、そのガレとかに突っ込んだ時にやっぱ安心して走れるのがムースなので、レースの時は必要に応じてムースに変えてます。あとエンジン周り、エンジン周りというかこのカバーか、あった方がいいですね。実際このぐらいもカサカサになっていて、ただこの取り付けのボルト、ここですね、これは作りが悪くて、そのままボルト使ってるんですけど、普通こう締め付けていったらこの素材だと潰れてしまいますよね。でおそらく国内で規格されているようなものだと、このケースの内側にもワッシャーというかカラーが入っていて、力がかかっても潰れないようになってると思うんですけど、これそんな気は利いてないので、なんかアルミの弱いワッシャーが一緒に入ってくるんですけど、締めると完全に潰れます。そして広がってしまいます、っていうのがあるので、ちょっと取り付けは工夫が必要ですね。今これ自分で買ってきたカラー入れたのかな、カラーとワッシャーと入れて潰れないように後から、調整してますね。あとこれは買った方がいいですね。ワイドステップ、インドネシアの製品で2000円ぐらいなので、これはもう変えるに越したことはないですね。あとブレーキペダルも変えてます。これはもう単純に軽くなるし、ここがこう動いてくれるんで、転倒した時の破損防止。あとこれちょっとかなり貧乏くさいんですけど、ブレーキペダルセーバーですかね、結束バンドでとりあえず引っ張られないようにやってます。でこれ1個ちょっとこのリボが外れてますね。あとこのスイングアームのガードも1000円なので、2セット買ってますね。こうやっぱ足回り黒が増えた方がかっこいいんで、これは保険のためにもつけておいた方がいいです。あとこの前つけたデカールですね、これ2つ目なんですけど、やっぱり2000円でこう一式変えるっていうのはいいですね。正直手間はかかるし耐久性もないんですけど、なんて言うんでしょう、自分みたいにがっつりレースで出る方はできればやっぱ高いやつを買った方がいいんですが、皆さんそうじゃないと思うんですよね。耐久性がないですけど、
一般道を走るとか、あとちょっと林道を走る程度だとそんなにこう摩擦でこのブーツのあたりがめくれてしまうとかいうことは起きにくいと思うので、このぐらいこう気楽に時間さえあればこんな感じにパリッとできるっていうのはいいですよね。これで一発2万円とかだとなんて言うんでしょう、なかなか交換できないですよね。少なくともレースに出てても1年、1シーズンは使うと思うし、こういろいろ選ぶっていうことができないですね、2万円だと。なのでこうライトユーザー向けにただ印刷しただけのこういったデカールがあってもいいんじゃないかなと僕は思います。そしてここ、チェーンとスプロケットももともと428のサイズなんですけど、細いと外れやすいのでこれ520サイズに交換しています。セットで6000円ぐらいだったかな。安いだけあってチェーンはノンシールのチェーンがついてきます。これゆくゆくはシールチェーンに変えようと思うんですけど、これで後ろが52でフロントが13ぐらいだったかな。これで今はパワーもあるし、このファイナルをちょっとショートにしてるんで二足発進が、難なくできるという感じです。あとちょっとこの前撮ってなかったんですけど、ここに受験の ECU を入れてるんですが、以前までは結構無理をしてここに入れていて、ここからこう本体の黄色いのが見えてたんですけど、やっぱカプラーに泥が結構乗ってたりしてあんまり良くないなと思って、これをはぐったバッテリーの上のハーネス、これをいろいろと工夫して今いい感じに入れてるんですよね。ちょっと今めんどくさいんで外しませんが、いろいろ工夫すれば綺麗に収まるようにはできますね。はい、あとハンドル周りですね、プロテーパーらしき、このハンドルバーとバーパッドをつけてます。これ1000円か2000円ぐらいかな。すごい安いです。インドネシアのもので。で、ガードはモジータの、マウントをつけて、ガードをつけてます。そしてウインカーもここに入ってるやつですね。これもちょっと高いんですけど、今この車両はこのナンバーとミラーをつければすぐ公道に行けるっていう風にしたかったので、これにしてます。ちょっと前にこうなんでしょう、マイクのプラグみたいなやつでこう差し込めるウインカーも出てるんですけど、一番手軽なのはこれですね。手軽というか後々手がかからないのですね。かなあ。とヘッドライトバルブは LED に変えてます。あまりにも明るすぎて、この前ゴンドウで写真を撮っていただいた時におそらくヘッドライトの光がカメラに入って暗くなっちゃったんですよね。なのでレースの時にやっぱり光ってるのは光ってるのでかっこいいと思うんですよね。もうゼッケンの車両とかもある中でヘッドライトもテールランプも光ってるっていうのは自分は個人的に好きですね。今まで交換したのはそんなとこかな。今後やりたいのはカムシャフト、これも数千円なのでカムシャフトも交換して上までこう気持ちよく回るといいなとは思うんですけど、そうするとどうなのかな、インシュレーターというか吸気側太くした方がいいんじゃないかなとかも思ってきて、そうするとさらに沼にはまりそうなのでちょっとそこは躊躇しています。はい、ということで、ちょっとまとまりませんでしたが、CRF150L を購入してとりあえずこうパワフルにしたいっていう場合はプラス10万円見てください。車両本体が乗り出し価格でおよそ47、8万とかになりますね。それにパーツ代とその輸入の手数料とかですね、その辺をオンすると10万円ぐらいになるので、その3点セットがそうすると50万円後半とかですねで収まります。でそれで高いと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、オフロード走行それなりに楽しく走れる車両って正直安くはないです。
僕らが嫌いな言葉で安いオフ車、安い125のオフ車っていう言葉があるんですけど、もうないですね。そういうのはあったとしてももうすぐ不満が出てきます。はい、なので最低限だと思います。50万後半とかですね。で他のトレイルバイクももちろんあるんですけど、やっぱ重たいとどうしようもできないんですよね。パーツを交換して軽くなるのはせいぜいマフラーとあとバッテリー、そのぐらいで、他のカスタマイズっていうのはやっぱガードをつけたりとかタイヤなんかで重たくなるんですよね。だから結果大幅な軽量化っていうのはできません。なので、ベースの重量っていうのがとても重要になってきますので、それを考えるとちょっとパワーがないこの150を買って排気量をアップしてあげるっていうのが近道じゃないかなと。自分は近道だったと思います。すごい楽しいですこれ。で今回は、もうこのガレージの中で喋るだけですね。今台風が来ていて、もうすぐ福岡も雨風が厳しくなってきそうです。でこの前コメントいただいた内容で同じこのボアアップキットと ECU を購入されたって方がいらっしゃって、その辺の操作についてまた今度外でエンジンをがっつり空ぶかしできる状態の時にちょっとご説明しようと思います。ちょっと空ぶかししないと数値が変わらないところとかがあって、はい、その辺は外で人気がないところで撮れる時に、撮影しようと思ってます。それと、この乗り踏みのマフラーなんですけど、やっぱ静かでいいですね。アイドリングではあんまり気にならない、ぐらい静かで、開けるとバーッと音量が上がる感じで、これはすごい好みです。あとこのテールランプのキット、これもう1000円ぐらいなんですけど、いまだにウインカーもちゃんと点滅してるし、ということは中のその LED の配線とかもダメになってなくて、これだけレースでもうガシガシ乗ってる状況で、今のところ切れてないので、これもなかなかいいですね。ここは割れてしまって結束バンドで補修してるんですけど、まだ点滅してます。あとボアアップキットもだいぶ回してますけど、すぐに壊れるようなこともないので、ある程度信頼性もあるのかなと。はい、ただやっぱ夏で、油温をECU 側のコントローラーで見ると125度とかそのぐらいまで油温が上がってくると、どうしてもノッキングしやすくなっちゃいますね。夏で湿度も高くて、気温も高くて、でオイルの温度も高くなってくるとノッキングが発生しやすくて、なんとか点火時期を深角じゃなくて近く、逆方向に振って多少防げるっていうことなので、今ちょっとだけ振ってるんですけど、それで若干マシにはなったんですけど、やっぱまだ起きるんですよね。ただそのノッキングが起きるぐらいの回転数がすごくなんかパンチがあって、できればそこを多用したいなと思うんですけど、やっぱカラカラ言ってしまうんで、1個ギアを下げて、あんまり面白くないその高回転で走るっていうことも選択していかないといけないんで、もうちょっと煮詰めたいなとは思ってます。ただ冬になると、だいぶ良くなるんじゃないですかね。はい、じゃあこの前と同じような終わり方になっちゃったんですけど、今のところ、全く不満なく走ってくれてます。僕がこんな偉そうに喋ってもこれは奥さんの車両なんですけどね。いやー羨ましい。自分で何も触んなくて旦那が勝手に仕上げてくれるんですからね。いや本当いいわこんな。そんなとこです。はい、明日にかけて1000年に一度ぐらいの規模の台風が来るらしいので、これからバイクをしまって、ここに車も入れて、我が家はおとなしく家の中でのんびりしてようと思います。それではまた。